こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は日本人と話せるようになるために必要なこと、勉強の仕方をお話しします。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは始めます。今回はポッドキャストとして聞いてください。難しい言葉が出てくるかもしれません。そんな時は字幕をオンにして聞いてみてください。皆さんは日本人と話せるようになるために何が必要だと思いますか？もちろん語彙や文法は必要です。それはもちろんですが、日本人と話している時に教科書では勉強したことがない言葉をたくさん聞くと思います。え、その言葉聞いたことがない。オノマトペ？その音は何？ということが多いと思います。教科書で勉強したり、日本語の先生に教えてもらったけど、実際に日本人と話すと、話すスピードが速すぎて聞き取れない。今まで聞いたことがない表現があって、わからないということが多いと思います。また、話すときは日本人も頭の中で考えながら話すので、教科書のように綺麗な文章の作り方じゃない場合があります。私たち日本語教師は、レベルに合わせて基礎から教えます。基礎を知らなければ、日本人と話してもわからないからです。それに、私たち教師は、理解をしてもらわなければ意味がないですから、文法を教えるときは、ゆっくり簡単な言葉を使って話します。レベルによってはちょっと難しい言葉を復習として使いますが、なるべくその人がわかるような言葉を使います。会話練習の場合は、レベルに合わせてゆっくり話して、少しずつスピードを速くします。もちろん、新しい語彙も導入します。上級者にはネイティブの友達と話すような言葉を選んで話すようにしています。なので、日本人と話せるようになるためにはまず、基礎を知ることです。基礎を知らなければ応用できません。とにかく早く難しい語彙や文法を知りたい気持ちが強いかもしれませんが、基礎をしっかり身につけてから次のレベルを勉強した方がいいです。簡単な語彙を知るから難しい言葉が理解できるようになるんですよね。日本語はたくさん表現があります。ほとんど同じ意味の表現や似ているけどシチュエーションやニュアンスによって使い方を変える文法、語彙があります。それは勉強を進めていって理解できるようになります。どうしてかというと、日本語を勉強し始めたばかりの頃は、日本語はどんな言語なのか知らないからです。日本語を勉強すると少しずつ日本の文化に気がつくと思います。日本語ではストレートに言わない、曖昧な表現が多い、言葉の最後にある修助詞で気持ちを表すなど、日本語は最後まで聞かなければわからない言語です。それは言葉の最後の文字で意味やニュアンスが変わるからです。これ美味しいですね。これ美味しいですよ。これ美味しいですか？この3つは意味が違います。これ美味しいですねは同意を求める言い方です。美味しいでしょ？あなたもそう思うでしょ？という言い方です。これ美味しいですよは相手に美味しいことを教えます。これ美味しいですかは
相手に美味しいかどうかを聞きます。だから最後まで言わないとわからないし、最後まで聞かないとわかりません。また、ちょっととかなんかとか、あまり意味がない言葉を言葉の途中で言うことがあります。もちろん意味がある使い方もありますが、意味がない使い方もたくさんあります。会話の中にはわからない言葉がたくさん出てくると思います。その時に一回一回、それどういう意味ですかと聞いていては話が進みません。だから日本人と話したり、アニメやドラマを見た時にわからない言葉があっても気にしないでわかる言葉だけで判断して会話をすることも大切です。もしわからない言葉があった場合は、覚えておいて後で調べたりすればいいです。それに何回も見たり話したりしていると、同じ言葉が出てくると思います。その時に、あれこれ前も出てきたなと思う時があります。その時にその言葉の意味を調べたり、たくさん例文を見て使うシチュエーションを想像することが大切です。アニメやドラマを見ている時には、一回一回止めて意味を調べてもいいですが、そうすると時間もかかるし、理解しにくいです。アニメやドラマなら動きやシチュエーションが見えますから、それを見ながら意味を想像することを何回も何回もして、その後言葉を調べると理解しやすくなります。アニメやドラマ、日本人と話していて、どうしてこのシチュエーションでこの言葉を言ったんだろう。教科書にはこう書いてあったけど、その意味と違う意味で使っている気がすると思うことがあると思います。教科書では見たことがないし、調べてもよくわからないということもあります。その時には私たち日本語教師に聞いてください。日本語の先生と授業をしている時に先生に聞くのが一番いいです。だから実際に話している時には、話している流れを止めないためにも、わからない言葉があっても意味を想像するだけにして、一回一回聞かないで会話をしましょう。メモはしてもいいと思います。話している時に同じ言葉が何回も出てくると意味が想像できてきます。最初は難しいけど何回も何回も聞いていると意味が想像できるようになります。その想像が合っているか間違っているかはわからないので、自分でも使ってみてください。日本語の授業中なら先生が直してくれるはずだし、友達でも直してくれる人がいるかもしれません。日本語教師の私が言うのもよくありませんが、教科書は実際にはあまり使わない表現もあります。でもそれはとても必要な表現です。基礎としては必要な表現なんです。例えば初級の教科書には、今日は暑いし、忙しいし、うちで休みたいという文法があります。これは理由を表すしの使い方です。でも実際の日本人はこんな言い方はしません。今日は暑いしさ、と言います。このしが今の今日は暑いし、忙しいし、うちで休みたいのしだと理解できないことが多いです。しさどんな意味と混乱します。このしは理由を表すし。さは修助詞です。軽い説明をするためにさをつけることがあります。このように、勉強したことがない言葉や表現がたくさん出てくると思っていても、
実際は知っている文法の場合もあります。でも勉強したことがない文法の場合ももちろんあります。中級ぐらいになったら知らない言葉があった時でも想像しながら聞いて、わからなくても会話を進めることが一番上達します。一回では覚えられないし、想像が難しいかもしれませんが、何回も聞いていれば少しずつ想像できてきます。それを日本語の先生に聞いて答えを確認してみたり、自分で調べてみたりすると理解しやすくなります。これが私のおすすめ方法です。あとはネイティブの言葉の真似をすることも大切です。例えば、自分はいつもこんな表現を使っているけど、ネイティブは同じようなことでも違う使い方をしている。こんな使い方をしている。だから自分もそれを使ってみよう。と真似をしてみましょう。それが自然な使い方です。皆さんは母国語をどうやって身につけましたか？子供の時にたくさん聞いてわからなくても気にしなかったと思います。聞いた言葉を自分も使ってみて、人と話しながら正しい使い方を身につけていったと思います。母国語を身につけた後での外国語は、母国語を身につけるのとは違いますが、会話している時にはわからない言葉があっても、気にしないで次に進む。何回聞いても想像できなかったり、わからなかったりした時には、調べたり先生に聞くのが一番理解できます。言葉が一回出てきて、その度に調べてもすぐに忘れますよね。だから、たくさん聞いて、その言葉の存在をしっかり知ってから調べると、理解するスピードが速くなります。日本語で、急がば回れという言葉があります。急ぐときは早く行けそうな危険な道を選ぶのではなく、少し遠くても安全な道で行った方が早く行けるという意味です。言語の勉強も同じです。時間がないからと文法や語彙だけ勉強したり、一回一回調べる人がいます。それだけで覚えられて話せる、聞けるようになるなら、それが一番早いですが、天才じゃないとそれは無理ですよね。何回も何回も勉強して身につきますから、結局はたくさん聞いて使ってわからないことはその後調べたり人に聞いたりすると時間がかかりそうでも早く覚えられます。どうですか？皆さん共感してくれましたか？今回は日本人と話せるようになるために必要なことをお話ししました。皆さんの参考になったら嬉しいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。